今日は日本語を勉強している人が一番最初にやってしまうミスについて話します。日本語を勉強しようと思った時に、どの勉強法が一番いいんだろうとか、何時間やったらいいんだろうとか、字幕はいつ外すべきなのとか、そういうことを考え始めると思うんですよ。これって別に悪いことではないんですけど、ちょっと問題があって、調べることが勉強の代わりになってませんか？この調べてる間、なんとなく自分が前に進んでる感じがしませんか？でも、実際には何も上達もしてないし、頭が勝手に勉強したな今日もっていう気分になってしまうんですよ。僕もフィリピンに語学留学しに行ってたんですけど、その時、どんな勉強法が一番英語が上達するんだろうと思って、ひたすら調べてました。で、結果的にね、一番英語が伸びたのは、調べるのをやめて、とにかく量をやり始めてからなんですよ。だから、調べてたあの時間っていうのは、本当にもっとやっとけばよかったなっていう後悔があります。で、なんでこれみんな効率を気にしてしまうのかっていうと、理由は簡単なんですけど、人は失敗をしたくないんですよ。せっかく時間をね、使うなら無駄にしたくないし、だから始める前に最短のルートを探したくなります。でも言語学習っていうのには、誰にでも聞く完璧なルートなんてのは存在しなくて、これが一番の問題なんですけど、例えば有名な日本語の先生がいるとして、その人が勉強するのは日常系のドラマを見なさいみたいなことを言ったとしますよね。でも自分がそのドラマを見た時につまらないって感じたら、どれだけ効率的な方法だとしても、それは続かないんですよ。要するに効率的な方法っていうのは人によって違うし、自分に合うかどうかっていうのはやってみないとわからないです。だから、正解を探し続ける行動っていうそのものが一番非効率な行動になってるんですね。で、僕も勉強を始めた時に、話せるようになればゴールだって思ってたんですよ。だから、フィリピンに留学して、とにかく話し続ければ喋れるようになるんじゃないかって思ってたわけですよ。でも実際やってみると、語学っていうのは発音とか文法、単語、スピーキング、リスニング、ライティングとか、いろんなスキルがあるわけですよね。しかもそれだけじゃなくて、ある程度ね、話せるようになってきた時に、今度は文化とか、その、英語を使う人の考え方っていうのがわからないと、本当の意味で言語が通じないことがあったんですよ。だからやればやるほど、自分が知らないことっていうのがどん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 増えていきました。最初はね、本当に話せればゴールって思ってたのに、いろいろやってみて初めて、そんなに単純じゃなかったんだなっていうことが分かったんですね。でもこれは悪いことではなくて、進んだから見えてきた景色なんですよ。やる前には絶対見えなかったし、だから、まずやってみる以外には答えがないんですよ。僕はこのチャンネルを始める前も同じような失敗をしちゃってて、本当にやりたかったのはこのチャンネルなんですよ。このチャンネルで日本語を勉強している人にいろんなことを教えたいなって思って、それはずっとね、分かってたんですよ。これが一番やりたいっていうのは。でも、ブログも一緒に作ればもっといいって思ってて、これを始める前、2、3週間かな。ブログを作り続けてたんですよ、最初に。だから今考えると、あの2、3週間、ブログを作らずに、こっちのね、投稿とかをたくさんやっておけば、今よりもっと先に進んでたわけなんですよ。で、これ、なんでブログを先にやってしまったのかって考えると、やっぱり準備してる自分が気持ちよかったんですね。ちゃんと準備してから始める自分っていうのに満足してて、でも準備してる間って、この本当にやりたいチャンネルっていうのは全く伸びてないわけですよ。だからこれは勉強法を探してる時、
調べてる時も全く同じで、なんとなく上達した気分にはなるんですよ。だから、実際には何にも積み上がってないから、同じ失敗をまたね、英語学習の時と同じことをしてしまったんですけど、言語学習っていうのは迷路みたいなもんだと思ってて、迷路ってゴールをした後なら、あそこで右に曲がっとけばよかったっていうのがはっきりわかるじゃないですか。でも、その迷路の中にいる時っていうのは上から全部を見ることもできないし、答えもわからないから、だからどっちが正しいルートかっていうのを考えながら立ち止まったとしても、何も解決しないんですよ。僕はこれをね、いつもやっちゃうんですけど、もっといい方法があるんじゃないかとか考えて、いつも考えて動けなくなったりするんですけど、でも実際にはとにかくやってみるしかないんですね。進んだ先に初めて次の景色が見えます。だから間違ったルートに入っても、そこで初めて、あ、この道は違うんだっていうことがわかるわけですね。でも立ち止まってたら何もわかんないじゃないですか。だから最短のルートなんていうのは始めてからしかわかんないんですよ。だからみんなも多分こういう悩み事をしてると思うので、今日話したことを頭に入れて勉強してみてください。どの勉強法がいいかとか、そういうのを調べるぐらいだったら、その時間で日本語を聞いたりとか、完璧を探してる間っていうのは、一切何も積み上がらないので、だからなんとなく見始めた日本語の動画とか何でもいいですけど、そういうのでも、見た時間っていうのは確実に自分の中に残るわけですね。そうやって動いていく時間っていうのを増やしてみてください。これはみんなに言ってるっていうよりは、昔の自分に言ってるような感じなんですけど、だから効率を考えすぎるより先に動いてください。遠回りって思ってるかもしれないですけど、こうやってやってる人の方が確実に先に日本語は上手になるので、今日ね言ったことをちょっと覚えてくれてたら嬉しいです。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。